さて、劉備さんとやら、あなたの発言のおかげで私が連合軍の総大将という責任の重い仕事をすることになってしまったのですけれど。洛陽を不法占拠している董卓さんの軍勢は私たち連合軍とほぼ同等の規模となれば、いかに総大将が優れた人物であっても苦戦は必至でしょう。そこで私を総大将に推した劉備さんに一つお願いがあるのですけれど。私にお願いですか？なんだろう。簡単なことですわ。連合軍の先頭で勇敢に戦っていただければよいのです。あ、もちろんその後ろには私たち円家の軍勢が控えていますから、何も危険なことはありませんわ。誰ですのあなた。私はあなたにお話ししているのではありませんわよ。本郷？あなたですの。最近下々が噂している天の御使いなどといううさんくさい人は。先人は武人にとって栄誉ある持ち場ならば喜んで受けるのが当然のことでしょう。これは私からのささやかなお礼ですわ。これほど名誉ある役目をこの私自らお願いしているのですから、きっと受けてくださると信じておりますわ。ご主人様。条件？聞くだけは聞いてあげましょう。兵糧？なぜですの？自分たちの食事ぐらい自分たちで何とかしたらどうです？足元を見ますわね、この男。わかりましたわ。兵糧ぐらいうなるほどありますもの、恵んで差し上げますわ。5000？どうしてこの私がそこまでしなくてはいけないのです。あなた方の兵だけで戦えばよいではありませんの。どういう意味です？よいでしょう。貸して差し上げますわ。5000ですわね。当たり前でしょ。三国一の名家の当主であるこの私の器はそれこそ三国一というものですわ。ねえねえ、ご主人様。
翔さんって扱いやすい人だね。びっくりしちゃったよ。だね。じゃあ炎章さん、先陣は承るけど作戦はどうするの？それを示してくれないと動きようがないと思うんだけど。作戦？そのようなものありませんわ。作戦考えてないんですか？なんですの？なんでそんなに驚くんですの？だって普通軍を動かす場合は作戦に沿って動かすじゃないですか。作戦がないんじゃどうやって進軍すればいいのか。ああ、それならば決まっていますわ。ほんとだね。惜しく勇ましく華麗に進軍ですわ。ほら、どうかされたのかしら。二人してバカみたいにボケっとして。あまりにも予想外の作戦だったから思考が停止してしまって。私の素晴らしい作戦に絶句してしまっていたのですね。わかりますわ。私もこの作戦を思いついた時は自分の素晴らしさについつい陶酔してしまいましたからね。当然でしょ。個々の部隊の作戦を総大将が考える必要などどこにあります？あなた方はただ惜しく勇ましく華麗に戦ってくださればよいのです。よいですわね。言われなくても分かっておりますわ。はあ、不安だよ、ご主人様。あんなので大丈夫かな。曹操さん？確かに曹操さんなら頼りになりそうだけど。東卓さんの圧政に苦しんでいる人たちのことはどうでもいいのかな。それならそれでいいんだけど、でもじゃあ東卓さんの立場ってどうなるんだろう。
そうだね。しっかり準備して挑まないと。